ね、はい。幻想。幻想って、はい、辞書で調べると、ないものをあると思うことと語られております。ないものをあると思うのが幻想なんですよ。で、仮想現実っていうものをないものを仮にあるとしてっていう想定の世界ですから、仮想現実っていうのは幻想現実みたいなことなんですよ。えーあので、みんなないのにあると思っているよっていう話でしかなくって、で、宗教は古今東西ですね、この幻想から目覚めなさいっていうのが共通メッセージなんですよ。うーん。で、あの、何から目覚めるのっていうと、いろんなものがあるって誤解しているそこから目を覚ましましょうって話になるんですけど、僕たちが何かを見て、あれがある、これがあるって言ってる時点で、それはマトリックス、仮想現実ですっていう話です。あの、これも何度も話してるけど、この本、たくさんの人読まれたんですよ。で、あの、ありがたいことにご感想もいっぱいいただくんですけど、あの、感想みんな違うんですよ。おんなじもの見てるのに。うん。っていうことは、あの、どのように見えているのかが人それぞれ違うってことですよね。この世界がどのように見えているのかっていう以前に、例えば本っていう一つの対象を取ったとしても、その人その人の現実が生まれていて、いい本だっていう人と、買って損したっていう人と、読んだ時間無駄だったっていう人と出てきちゃうわけですから。はい。だから、これに意味や価値が含まれているんじゃなくって、そこにどういう解釈が浮かび上がったかっていうことが事実であって、こっちには何もないんですよ。でも、この中に意味や価値があるって思っていたら、それは誤解だよねっていうことなんです。皆さん、そうですよね。文章のどこに感動は、心動かされるか、人それぞれ皆違いますものね。見方も人は見たいように見るわけだし、ということで。まあ、そうなんですけども、実際は見たいように見ているわけではないんですよ。例えば、この本面白くなっていうのは、わざわざその人、面白くないものとして認識しようとしたのかって話なんですよ。だったらね、見たいように見たいんだったら、全てを楽しむ方向で受け取ればいいわけですよ。なんですけど、見たいように見れない場合もあるわけですよ。例えば、あの人嫌いっていうのは、嫌いになろうとして嫌いと見ているわけじゃないじゃないですか。あの人かっこいいっていうのは見たいように見るでいいかもしれないけど、ね、あの人気持ち悪いっていうのをわざわざそう見ようとしなくていいわけですよ。だから、見たいように見ているわけでもないんですよね。そうとしか見れないということが、あの、こちらの思惑関係なく浮かんでいるっていうのが、僕らが経験している実際のとこですよねっていうところ。うん。アンミさん、見せられている、思わされている。それも違うんです。これが通じねえんだよな。前の話になるんだけど、うーん、なんだかね、どうしても同じ話の繰り返しになってしまうんですけど、申し訳ない。えーっと、
前にこの二元、一元、非二元って全部違うものですよっていう説明をしたんですが、今ご覧になられている方はそこら辺、ご視聴いただけておりますでしょうか？簡単に言いますね。これ、あの、二元っていうのは元が2つある。この元っていうのを、どう訳すかなんですけども、原動力って言ったらいいんですかね。僕を動かす元になるものと、皆さんを動かす元になるものが別なものっていうと、私の元とあなたの元で2つの元ができるわけですよ。だから、私が生きているっていう一般的な感覚は二元ですよと。で、それは誤解ですよって、誤った感覚の世界から目を覚ましましょうねって言って、示されている方向性がこの2つ、一元と非二元になるんですけども、ここのが、宗教だとか精神世界が話していること。これを否定する方向性が2つあると。で、一元はどちらかというと、西洋的感覚のメッセージです。はい。私を動かしているものとあなたを動かしているものは、別々じゃありませんよと。私を動かしているのも、あなたを動かしているのも、サムシンググレートという一つの同じもの元になりますよっていうワンネスの考え方。一神教を象徴するような考え方ですね。あとはニューエイジ思想だとか。はい。で、非二元っていうのは、東洋的なアプローチです。はい。えーっと、二元にあらずってただ否定してるんです。で、これは東洋のマスターたちの特徴的なものなんですけども、言葉では指し示すことができない世界に導こうとしているので、答えを直接言うってことが決してないんですよ。なので、何を聞いてもそれにあらず、それにあらずっていう否定しかしないのが東洋のスタンスなんです。で、元は2つにあらずって言っていて、で、これじゃあ一元ですかっていうと、非一元でもあるんです。いやいやいや、一元にもあらずってなるんです。で、そこでいきますとね、はい。私がいて、あなたがいるっていうこの感覚は二元、相対的な、感覚の一般的な捉え方です。で、ここを生きている人は、私が生きているっていう、主体的な、発想になっていきます。一元を信じている方は、生かされているっていう言葉になっていきます。要は、私が生きているのではなく、何がしかサムシンググレートの力によって生かされているっていう表現になるわけです。でも、そのサムシンググレートにも、実体がないのであれば、それすらも実は方便であるっていう次の段階が出てきて、で、ここには似たようなもので無っていうね、話が出てくるんですけど、無とか、あるいは、空って言われることですね。はい。えどっちでもあるし、どっちでもないみたいな感じなのでしょうかって、いや、そういうことじゃないんです。もう世界が、あの、の誤認識なので、うーん、あの、うん、どう言ったらいいんだろうな。そもそもね、違うんです。え陰陽、光と影、あと表と裏だとかっていう、そういうようなことはやっぱり二元の表現なんですよ。だって相対するものがある世界だから。うーね、うーん、二元は相対、相対するものがあるっていう感覚です。だから、そこには、例えば見るものと見られるものっていう相対するものがあるわけです。うーん。
皆さんの今の感覚でいくと、私が配信を見ていて、国際が見られているという立場になるわけです。それが相対。はい。で、一元や非二元っていうのを指そうとしているのは、こっちはね、どちらかというと絶対の世界の話なんです。だから、絶対っていうのは、うん、うん、絶対。対が耐えている。僕たちは物事を見ているっていう、この感覚で世界を捉えているわけです。見ている私と見られている世界です。ここで分かれているわけです。分離があるわけです。で、その見ている側が私なんだっていう感覚になってるんです。で、えっと、見ているものも見られているものもなく、えーその認識のみが認識として浮かび上がっているっていうようなことがこっちなんですよ。で、それを有意識って言うんですけど、うーん、有意識ってこう書くんですけど、ただ識のみがあるっていうことなんです。はい。で、でも感覚として今感じてるんですよって皆さんお話しされることがあるんですけども、それを否定しているわけじゃないんですよ。確かに感じています。でも、その感じているものの持ち主がいないという話なんです。